皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 14. 今回のエピソードは日本の教育制度についてです。タイトルを見てちょっとわかるかと思うんですけれども、全体的に私は日本の教育制度に賛成していません。なぜかというと、かなり辛辣で筋が通ってないからです。教育制度は子どものメンタルヘルスにも大きな影響があるので、日本の子どもはこの教育制度のせいで心の病になってしまったり、楽しい、子ども時代を送れない人も多いです。私自身17歳の時にうつ状態を経験しましたが、これは大学入試の準備期間中でした。なので今回はまず日本の教育制度、学校のシステムを紹介し、なぜ私がそれに賛成していないのかご説明します。まず日本の基本的な学校制度は、6歳から12歳までが小学校、その後15歳までが中学校、そして18歳までが高校となっています。大学は4年間で卒業し、ほとんどの人はそのまま就職します。義務教育は基本的に中学校卒業までの9年間です。学校の種類には公立、私立、国立などがあり、小学校と中学校の場合、公立なら誰でも入学できますが、私立や国立の場合は入学試験が必要となります。高校と大学は公立、私立と問わず、すべて入学試験があります。日本の学校制度の特徴的なところは、これは韓国など他の東アジアの国とも少し似ていますが、高校や大学のランキングがとてもはっきりしていて、その難しさが偏差値と呼ばれる数字で表されます。名門大学とかがあるのは、アメリカの大学制度にも似ていますが、日本のランキングは一番難しい学校から一番簡単な学校まで、全国の学校がランキングに載ります。高校進学率は過去数年ずっと 98% 以上なので、中学校の後半になるとみんなどの高校に自分が行けるのか、模擬試験などを受けて判定をもらいます。つまり高校受験の時からすでに自分が入学試験に受かる高校の偏差値によって、頭がいいとか頭が悪いとか数字で決めつけられてしまうということです。このように15歳の時に高校に入学した時点で自分が社会の中でどの位置に位置づけられているのか、分かる上で、同じことが大学進学でも起こります。で、大学進学はさらに辛辣になります。なぜなら日本の社会は大学の名前をとても気にするからです。もしいい大学に行ったら、その大学名を言っただけで、あなたは頭がいいのねとか、就職もずっと優位になります。いい大学に行ったら人生の勝ち組と言われることもしばしばあります。もちろん大学進学率は、高校進学率よりも低いですし、高校卒業後はさまざまなキャリアに進む人がいますが、それでもやっぱり、いい大学に行きたいがために、もし行きたい大学の入学試験に受からなかったら、もう1年間勉強し直してまた同じ試験を受ける、人たちもいます。こういう人たちは浪人と呼ばれているんですけれども、浪人の元の意味は自分の国を離れて他国でさまよっている人という意味です。つまり、浪人生は高校生でもないし、まだ大学生でもないし、働いてもいない社会人でもない、どこにも所属していない人というふうに、見られます。人によっては自分が行きたい大学に受かるまで3年も6年も、受験し直す人もいます。私が日本の教育制度に賛成できない理由は、ものすごく矛盾しているからです。例えば、まずこの行きたい高校や大学の入学試験に受かるには、多くの子どもが塾と呼ばれる学校の後に通う補助的な学校に通っているということです。補助的と言いましたが、正直もしある一定のレベル以上の学校に行きたかったら、塾に通わずに入学試験に受かるのはものすごく難しい。できたとしても自分へのものすごい厳しさとか努力が必要となります。これはなぜかというと、レベルの高い学校の入学試験では、そもそも
普通の学校では教えてもらえない内容が山ほど出るからです。そして過去の試験を研究して、その傾向を理解して作戦を練るということも、合格する上で大切になります。つまり、いい高校、いい大学に行きたかったら、国のシステムで作られた学校の内容ではなく、学校の後に個人的に通う民間の塾に通わないといけないということです。で、しかも受験する学校によっては、普通の学校の成績は全く気にしないというところもあるので、ちゃんと学校に通っていなくても、学校の試験の結果が悪くても、入学試験さえ受かればいいというところもあります。私自身の大学試験の例を挙げると、私は大学で歴史を専攻する予定だったので、入学試験の科目は歴史、国語、英語のみで、高校での成績は一切考慮されませんでした。もちろん当時の私にとっていい大学に行くということが、一番大切だと信じ込んでいたので、高校の数学や理科の授業中は先生の話を全然聞かないで、自分の受ける科目、歴史や英語の勉強を隠れてしていることが多くて、理系科目の成績はとても悪かったです。大学受験の1年間は授業にもそもそも行かないということがありました。ただ先生には怒られません。なぜなら学校にとっても生徒が、いい大学に行くっていうのが大切なので、先生にすら、理科の授業はサボっていいよ、その代わり勉強しなっていうふうにアドバイスを受けることもありました。で、国語の小論文を書くとか以外は、ほとんどがとにかく膨大な量の知識を頭に詰め込んで暗記するタイプの試験だったので、毎日毎日とにかく単語を覚えるというような勉強の仕方でした。そして塾は民間企業ですので、授業費はとても高いです。つまり親が金銭的な余裕がなかったら塾にも通えず、どんなにちゃんと学校に毎日出席していても、学校でいい成績を取っていても、学校の授業の内容をちゃんと理解しても、塾に行って学校では教えてくれない内容を勉強しないと、いい高校や大学には行けないということです。そしてさっき言ったように、日本は大学や高校の名前をすごく重視する傾向があるので、もしいい高校や大学に行けないと、就職も難しくなるということが多いので、もちろん家の手伝いをしないといけないから学校にすら行けないといったような子供が多い国に比べれば、日本はずっと恵まれていますが、この日本の塾に行くというシステムは日本での貧困の連鎖を加速させていると私は思います。もう一つ私が日本の教育制度が矛盾していると思う点は、このような厳しい受験制度を乗り越えて一旦大学に入学すると、その後はほとんどちゃんと勉強しなくても、どうにかなります。なぜならもちろん大学や、専攻している科目にもよりますが、えー試験が試験に受かるのがすごく簡単とか、そもそも試験をしない15回中10回出席さえしていれば単位を取ることができるっていう授業もあります。で、何度か説明したように大学の名前が全てという傾向がありますので、一回そのいい大学に入ればもう大学3年生4年生ぐらいから就職活動を始めて、内定が決まったらもうそこがゴール、それで努力をするのは終了というわけです。なので大学1、2年生の間は授業は適当に受けて、あとはバイトをしたり、サークルという共通の趣味を持った生徒が集まって一緒に活動する、グループで大学生活の大半を費やすという人も少なくありません。なので大学はせっかく深い勉強できるいい学びの場ですけれども、日本の場合は大学に入るまで知識を詰めることを重視した試験勉強をものすごくたくさんして、大学に一度入るとそんなにちゃんと勉強しない、大学で学んだことなんて全部忘れちゃったなんていう人も、少なくありません。このような制度の中で大学に入るまで、精神的に苦しむ日本の学生はとても多いです。私自身の例を挙げると、私の行っていた高校では
名門大学と言われるグループの大学に進学するような生徒も多かったので、いい大学に行かないといけないというプレッシャーの中で、1年間1日10時間12時間と勉強して、趣味だったダンスもやめて、携帯を見ることも禁止して、友達と遊ぶことも出かけることもなく、とにかく起きては勉強して寝るという毎日を繰り返していて、もし入学試験に受からなかったら浪人してまた1年間同じ生活をするか、もしくはもう少しレベルの低い大学に行って人生の負け組になると信じ込んでいました。私は幸運にも1回で、行きたかった大学に合格しましたが、何年も浪人してその間に精神的な病にかかってしまったり、もしくは行きたかった大学に行けなかったことがその後の人生でずっとコンプレックスとか劣等感になるという場合もあります。では以上が日本の教育制度に関する説明でした。短い時間でしたので細部をしっかり説明しきれていないですけれども、皆さんの国の学校制度はどうですか？ぜひコメント欄で、日本の教育制度への意見や、ご自身の国の教育制度について、教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。次のエピソードでお会いしましょう。